こんばんは、ボスケです。今回紹介するのは望遠鏡なんですけれど、ちょっとね、いつもとは趣向を変えまして、こんな望遠鏡を買ってはいけないという趣旨でお送りしたいと思います。そしてね、2021年第2弾の動画でございます。昨日ね、私、書き初めの宿題をね、息子を手伝ってたんですけれど、私もね、ちょっと書いてみました。今年の漢字として、望遠鏡。いつも通りではあるんですけれど、特にね、今年もね、いろなね、望遠鏡がね、登場すると思います。ですのでね、全てをね、紹介しきれるわけではないとは思うんですけれど、一個人ですので。でもね、私はね、本業の YouTuber ではないので、別にね、元を取ろうとかね、そういうことは全然思ってないので、どんなね、高い望遠鏡でもね、気になったものがあったらね、どんどん紹介していきたいなとは思っています。ということで、よろしくお願いします。はい、それではね、まずはこの箱を開封したいと思います。今回紹介するのはナシカのねミニ天体望遠鏡 M100 というものですね。ちょっとね新品では買ったんですけれどね、箱がねもうなんかボロボロですね。そんなに高くない望遠鏡ではあるんですけれど、では引き続き開封していきます。はい、これがね、いわゆる天体望遠鏡の鏡頭と呼ばれるね、メインとなるパーツですね。この中にレンズとかが入ってます。で、こっち側にはね、接眼レンズと言われるパーツを差し込むところがあります。接眼レンズを差し込むことによって天体が見えるってことですね。そのね、接眼レンズはこういうケースの中に入っています。あれ、いきなり取れてますね。ちょっとね、いきなり壊れてました。これがね、高倍率のレンズですね。壊れたって言ってもね、接着剤で貼り付いてるだけなので、貼り付け直せばいいと思います。こっちが低倍率かな、だったら。こっちは壊れてないです。これがね、低倍率のレンズです。このようにはめて見るわけです。これね、ゴミですね。ゴミがね、いっぱい入ってます。ちょっとね、掃除をしないといけないですね。高倍率の方にも入ってんのかな。こっちのね、高倍率の方にはね、ゴミは入ってないんですけれどね、もうなんか、白くぼやけちゃって全く見えませんね。これはね、もう使えないレンズだと思います。では今度対物レンズを見ていきましょう。ちょっとね、中見えますかね。ほらほら。もうね、なんか白くくすんでますよね。これね、蛍光灯のせいじゃなくってね、曇ってるんです。レンズ自体が。気温の変化とかでね、曇ったわけじゃないですよ、これ。もともとね、汚れてるんです。ではちょっとフード部分を外してみましょう。フード部分を外すとね、このようにね、レンズが出てきますよね。曇ってますよね。でね、そのレンズのね、すぐ裏にね、輪っかがありますよね。あれをね、遮光管って言うんですけれど、本来はね、あそこにつくべきものではないです。なんて言うんでしょう、これ。もう本当にね、レンズのすぐ裏側についてますね。このね、レンズはね、多分このドライバー1本でくっついてると思います。このようにね、スポッと撮れますね。私がね、遮光管だと思ってたのはね、一応レンズセルのようですね。レンズにぴったりとくっついているものです。レンズセルだったらね、もっとね、良くないですね。ちょっと届かないのでね、正確には測れませんが、このね、内側のね、直径はね、31mm ですね。あんまり正確には測ってないですけれど、31mm ということですので、このね、望遠鏡のスペックが合計 50mm って書かれてますので、嘘っぱちですよね。合計 50mm っていうのはあくまでね、この大きさであって、このね、中の円の大きさではないです。実際には光を集められるのはこの中の円だけですので、合計はね、31mm といったところです。ほらね、確かにここには 50mm って書いてありますから、合計は 50mm と謳っております。もうね、これでね、皆さんちょっとね、一つ騙されちゃいましたね。あまりね、期待はしちゃいけないんですが、多分ね、期待以上に期待外れっていう感じですね。あとね、レンズ自体がね、これ実はね、単レンズです。これはね、しっかりとね、ホームページにも歌ってあるので、特にね、私的には驚かないんですけれど、特にね、初心者の方が買うとね、その単レンズなのかアクロマートレンズなのかっていうね、違いはね、よくわからないと思います。
ちょっとねそれはね初心者の方にとってはね酷な望遠鏡かと思います。でね実はね単レンズでね何がいけないかっていうと、望遠鏡にはね2つのね取り除かなきゃいけない周差っていうのがありまして、一つはね色周差、もう一つはね球面周差って呼ばれるものです。一つ目のね色周差っていうのはね、要するにね色にじみです。あとね二つ目の球面周差っていうのはね、簡単に言っちゃえばボケですね。焦点が合わない周差になります。これについてはね後で実際のね映像をお見せしたいと思います。この程度のレンズだったら一発でねそういった周差がね分かると思います。ではね一旦対物レンズを元に戻しましょう。ではねその次ね三脚にはめ込んでいきます。三脚へのねはめ込み方はね結構ねこれはね考えられてまして、このようにパチンってやってくるくるって締めるだけです。この構造はね結構ねいいですね。はい、足をね一番ね伸ばした感じがこんな感じですね。意外とねグラグラっていうまではしません。はい、これでね望遠鏡の完成です。さてそれではね早速ねこの望遠鏡でね景色を見てみたいと思います。はい、これがねナシカの M100 で見たマンションのね鉄塔ですね。もうねお分かりいただけるかと思うんですけれど、まずはね全体がまずもう白っぽいですよね。もうなんか明瞭っていうかシャープさも何もない。でねこの鉄塔だとかねそういうところの周りに青いね光だとか赤い光が見えてるのがね、これが色周差です。本来ならねこんな色してないですよね、線とかが。ただねこれはね1枚レンズを使っているのでね、このようにね色周差が補正できずにこうなってしまってます。でね先ほど言った2つ目のね球面周差っていうのもねすごい出ていて、もうねこの像自体がねボケボケなんですけれど、これだけ見るとなんかね大きくていいじゃんってね思う方もいらっしゃると思うので、ちょっとね私ね別の望遠鏡もね用意したいと思います。はい、別の望遠鏡っていうのはねこのコルキットスピカっていう望遠鏡なんです。これはね口径 40mm の望遠鏡なんですけれど、焦点距離はねナシカの M100 と同じ 420mm です。ですのでこの望遠鏡につければ同じ倍率で見られるっていうことですね。これを使うとどう違いがあるのかっていうのをね今から同じところにセッティングして見てみたいと思います。はい、それではねナシカの望遠鏡をまずね取り去っちゃいましょう。ここをこうすればねすぐ取れましたね。これはね非常に便利です。そしてこのコルキットスピカを乗せるだけなんですけれど、ここでねちょっとねワッシャーを用意してください。ワッシャーをかませないとねうまくね乗らないです。これでねコルキットスピカが上に乗りました。もしね M100 を買ってしまって悩んでいるお客さんがいましたら、このねコルキットスピカにねこうやって乗せ替えるっていうのもいいですね。三脚自体はね結構ね使える三脚なので、上の望遠鏡を変えるだけでもねもう全然すごい違いにね気づくかと思います。とりあえずねこれで見てみましょう。はい、それではねコルキットスピカで見ていきたいと思います。はい、先ほどのね視野とね同じところにね大体合わせたかと思います。先ほどはねちょっと比較がなかったので、どれだけボケているかどれだけ色周差があるのかっていうのがねよく分からなかったと思うんですけれど、コルキットスピカで見ると改めてねこのタイルの線っていうのが見えますよね。それがねさっきのナシカのね M100 では全く見えなかったわけなんです。で色周差もねこっちの方がねずっとねすっきりしてます。で今ねコルキットスピカにこのアイピース、ナシカについてたアイピースをつけたんですけれど、今度はねこっちのねコルキットのオプション品で売られているね接眼レンズで見てみましょう。価格的にはそんなに高くないアイピースです。どちらかというとねむしろ激安アイピースでプラスチックでできています。でねコーティングも特にされていないんですが、これがねまたね結構ね見え味がいいんですよ。ではこれをつけて見てみましょう。どうですかね、さっきよりもねグググッとワイドになってねカメラ越しだとね視野の端っこがね見えなくなったんじゃないかなと思います。そうなんです。このねアイピースねケルナっていうねアイピースで、先ほどのねハイゲンスというものよりも高視野が得られる接眼鏡ですね。そしてこのアイピースの中にはアクロマートレンズがね採用されていて、先ほどのね接眼レンズで見るよりさらにね色周差が抑えられた見味となってます。コルキットってこういうところがすごいんですよね。
というわけでね、今回この天体望遠鏡を紹介させていただいたんですが、点数的にはね0点です。ということで今回もご視聴ありがとうございました。